今回のものは反りのある片刃の剣の製作例にと思い作ってみました。作り方を細かく解説しますので、最後までじっくりご覧ください。こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回はこちらの海賊風のサーベルを作ってみました。鞘がついてます。鞘はマジックテープで簡単に取り外せます。こちらが鞘ですね。そしてこれがサーベル本体といった感じです。海賊風ということで、ここにガードがついてたりしますね。はい。というわけで早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から残りのパーツを一通り切り出します。COS ボード匠はコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。なお、中は鉄の棒になっており、とても丈夫な素材です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げた棒を瞬間接着剤で刃に接着します。もう一本刃の中央に棒を瞬間接着剤で接着します。棒と棒の間を補強するためにグルーガンで塗りつけていきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。続けてもう一枚の刃を瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤を多用してますが、100均のもので OK だよ。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。峰の隙間をグルーガンで埋めます。刃先の方も同じようにグルーガンで埋めていきます。工作用紙を帯状に切り出します。切り出したものを峰に瞬間接着剤で接着します。峰は先ほどグルーガンで埋めましたので、面倒だという方はこの工程は省略してもらっても良いかなと思います。少しだけはみ出ているので、はみ出た部分をカットしてきれいに整えます。これにて刃の組み立ては完了です。逆ヨガ月額90円でメンバーシップやってます。特典もありますので、ぜひメンバーシップになって逆ヨガをご支援ください。ここからはつばと塚を作っていきます。まずはつばのパーツを瞬間接着剤で接着します。次は塚を組み立てていきます。パーツを瞬間接着剤で接着します。それを刃の棒部分に瞬間接着剤で接着します。蓋をするような感じでもう一枚接着します。マジックを使って線を下書きしていきます。ハンダゴテの熱でマジックの下書きをもとに筋を彫っていきます。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで売ってます。掘っている時に煙が出ますが健康に悪いと思いますので、吸わないように換気を良くして作業してください。
ハンダゴテを使わず、カッターナイフなどで筋を掘っていくだけでも構いません。やりやすい方法でやってみてくださいね。柄の端にグルーガンを粒状に盛り付けて装飾します。グリップガードのパーツを組み立てていきます。パーツの切れ目になっている部分を瞬間接着剤で接着していきます。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。組み立て終わったグリップガードを本体の方へと瞬間接着剤で接着します。グルーガンをうねうねと盛り付けていって模様を描いていきます。これで組み立ては完了です。次は塗装だよ。逆ヨガでは企業様からの案件をお受けしております。スポンサー企業様も募集中です。動画の説明欄に問い合わせ先を記載しておりますので、お気軽にお問い合わせください。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボード匠とセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。全長は90センチ、重量は 120g となっており非常に軽いです。中に鉄の棒が入っているので丈夫です。このように振ったりしても大丈夫です。逆ヨガ動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。鞘を組み立てていきます。瞬間接着剤でパーツを接着していきます。3層構造にして内側に剣を収納するような構造に仕上げていきます。両端には細かなパーツを接着していきます。100均で買ってきたマジックテープを程よい長さに切断してボンド G17 で接着します。対になるマジックテープを接着します。こちらは毛羽立った方を接着するのでグルーガンを使って手軽に接着します。これで鞘の組み立ても完了です。次は塗装です。逆ヨガ他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見ていってくださいね。剣と同じ手順で塗装します。下地を塗ってラッカースプレーを塗ってミスターカラーを順次塗っていきます。これにて一通り完成だよ。鞘の全長は70センチ、重量は 80g となります。一通り作るのにかかった制作時間は4時間、材料費の目安は2500円となります。マジックテープを使って剣が勝手に抜け落ちないような構造になってます。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。メンバーシップの方には優先してお返事します。急ぎで回答が欲しい場合などにぜひご入会ください。動画で説明しているとキリがないような細かい情報や型紙をサイトで公開しています。実際に作る方はぜひサイトも合わせてご覧ください。
よろしければチャンネル登録にメンバーシップの登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。